今回はタイトルにありますように、私、人生初の国際線ファーストクラスに乗るお話です。先日、初めて日本航空のビジネスクラスに乗りまして、JAL の素晴らしさに魅了されたばかりなんですが、間髪入れずに JAL のファーストクラスにも乗ることにしました。とは言いつつも、私のような田舎者で貧乏人がそうやすやすと天上人様が集まるファーストクラスの世界に入れるほど世間は甘くありません。現金で即購入できる大富豪様とは違い、私はいわゆるマイル修行を日々積み重ね精進した結果、ようやくファーストクラス1回分ほどのマイルが貯まったので、今回意識の高い世界に少しだけお邪魔します。すぐに否定から入ってしまいがちな一般庶民の皆様、ご安心ください。私もそちらの人間です。日々の小さな支払いをすべてポイ活に利用して、誰にでもできる方法で私は貯めたマイルで今回乗ります。 Thank you for waiting. Japan Airlines Flight 208 to Tokyo Haneda. We'd now like to invite group 1 passengers. ファーストクラス予約はそこそこ難しく、マイルで予約できる席数が限られているため、ある程度タイミングと運も必要です。自分はこの日のために4ヶ月前ぐらいから予約をしていました。不思議なものでファーストクラスは需要が高く、すぐに席が埋まってしまいます。もちろん飛行機全体で席数が少ないということも関係しています。業務連絡です。客室乗務員はドアモードを暗鎖に変更し、相互確認してください。今回は JAL ファーストクラスの入門編として揶揄される羽田バンコク便を5万マイルで予約しました。特典航空券の制度上、セントレアから出発しても羽田から乗っても同じマイル数だったので、前日の夜便で名古屋から羽田に移動して万全の準備をし、当日に備えることにしました。この飛行機は間もなく離陸いたします。こちら羽田空港周辺も雨が降っており、あいにくの天候のようでございます。夜遅い到着でございます。お疲れが出ませんよう、どうぞお体を大切にお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空にご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ということで羽田空港に到着しました。今から第3ターミナルに移動します。第3ターミナル直結のホテルをね取ってるんで、そっちに移動します。羽田空港第3ターミナル到着しました。とりあえずフライトは明日のね午前中11時か25分だったかな。まだ時間あるんで、今日は羽田空港で泊まります。今日はここに泊まります。ヴィランフォンテーヌっていうホテルで、コロナの時ねできたホテルなんですけど、知ってはいたんですけど初めて行くんですよね。あ、すごい、ヤバトン入ってんだ、知らなかったな。インバウンドが喜びそうな雰囲気ですね。結構歩くんだね、割と遠いわ。ホテル直結のローソンもあるんだね。なんだか自分もインバウンドになったような気持ちで初めて来るんで、すごい綺麗ですね。チェックイン完了しました。全部セルフでしたね。ということで部屋に入りました。わあ、超綺麗。はいはいはい。まあまあ広いかな。こんな感じでベッドも立派です。今日は11月の26日なんですが、なんか今日暑いんだよね。
エアコンがすごい、もう部屋入った瞬間効いてて素晴らしい。で、大浴場はあるんですけど、一応シャワーもバスタブもあるんだね。バスタブ大きいね。すごいね。ということで、あれから大浴場、天空の湯にね、初めて行ってきました。羽田空港が一望できる大浴場ということで、知ってはいたんですけどね、入浴料がすごい高くて、4000円ぐらいかかるんじゃないかな。で、宿泊者は2000円で入れるみたいな。一回ね、券を買ってしまえば、ずっとね、入れるみたいですけど、今回入浴付きの、朝食なしプランで18000円で取ったんですけど、なかなかね、いい値段しますね。で、明日6時半からですね、羽田空港の JAL のファーストクラス専用チェックイン、の部屋があるんですよ。ANA のダイヤの人がね、成田空港で、Z 屋敷とか行って、私もね、何度も使いましたけど、それよりもなんか格が上の、ファーストクラスに乗る人しか入れない部屋っていうのがあってです。そこでチェックインするだけなんですけどね。いくら、エメラルド持ってたりとか、ステータスのね、JAL のダイヤだろうが、そこには入れないみたいなんで、はい。で、ファーストクラスラウンジ、朝7時からお寿司の提供、ね、握り寿司もありますし、で、機内食もいろいろ楽しみなことが多いんで、はい。とりあえず、もうこのホテルは寝るだけで朝食なしで、お腹を空かした状態で、明日ね、ちょっと爆食いすると思いますけど、はい、楽しみたいと思います。はい、今回の動画は JAL のね、ファーストクラス、初めて乗るっていうだけの動画ですけど、はい、明日はちょっと目いっぱい楽しみたいと思いますので、もう今日は早く寝てね、もう6時半には明日チェックインを、空港でしに行きたいと思います。それでは明日、ファーストクラス楽しむぞ。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。それではチェックアウトして第3ターミナル JAL のファーストクラス国際線チェックイン専用ルームに行きましょう。それではいよいよ初めてのファーストクラスチェックイン JAL のね、これは先ほども言いましたけど、ファーストクラスを利用する人しか入ることができない、利用することができないチェックインカウンターなんで、カウンターとか部屋なんで楽しみです。それではここですよ。おー、すごい、ちょっと緊張してきた。すごい、もういきなり座って待ってくださいのスタートでした。この空間に私しかおりません。で、今もうタグがつけられました。ファーストクラスということで、チェックインの方終わりました。もうね、パスポート渡しただけ、座って待ってたら2分ぐらいでチケット発券して終わりました。すごいね、匂いがめちゃくちゃいいです。はい、ちょっと一人で興奮してます。というか今自分しかいないんですよね。めちゃくちゃ広い。それでは専用の保安検査場に行きたいと思います。わあ、テンション上がってきた。ということで、保安検査と出国審査終わりました。もちろんね、街はゼロですすごい特別感がめちゃくちゃある。めっちゃ今混んでるんですよ。朝早い時間なんで。それでもゼロでした。もう私だけって感じ。すごい気持ちいいね。それではファーストクラスラウンジ、もちろん今から行ってがっつり朝ごはん食べたいと思います。ということで、ファーストクラスラウンジ入りました。結構人いるな。ちょっと飲み物はペリエもらおうということで、速攻で来ました。お寿司もね、一個一個職人が握ってくれてるんで、朝7時からお寿司の提供なんですよね。全部テーブルに運んできてくれるんで、そこはやっぱ違うなと思いますね。はい。で、これ JAL のビーフカレーショーですね。スモールサイズと、今日のね寿司ネタはサーモンと本マグロで太巻きでした。どうなのかな、このラウンジで頻繁に来てる人からすると当たりの日なのか外れの日なのか、マグロがある段階で結構当たりだと思いますけどね。本マグロですからね。しかも結構シャリが小さいんでいいですよね。はい、この後ね、機内でめちゃくちゃ食べようと思ってるんで、あんまがっつりいくともったいないんでもったいないっていう考え方を持ってる段階でファーストクラスに乗る資格ないと思いますけど、カレーもちょっとどうしても食べたかった。はい、ちょっと早速朝ごはんで、まだあとねフライトまで2時間半ぐらいあるんで楽しみたいと思います。はい、そういえば注文したの忘れてました。朝からステーキですよ。ヒレ肉サイズはめっちゃちっちゃいですけどちょうどいいですね。一口ぐらいですごい贅沢な朝ごはんだな。お酒飲めないんで男は黙って炭酸水。それじゃあいただきます。
まずは本マグロ、超うまそう。本マグロ高いですからね。はい、めちゃくちゃ美味しい。シャリも最高にうまいですね。久しぶりに JAL のお寿司食べれて幸せです。サーモン、こんなこと言うとあれかもしれませんけど、 ANA のダイヤのラウンジのお寿司より全然 JAL の方が美味しいですね。まあこれ結構皆さん言ってるんでね。あとは JAL カレー、まあこれ別に普通の桜ラウンジで食べれるんですけど、バカうまい。あとはステーキ、美味しい。次は JAL のサロンに行きます。皆さんが食事を食べるとことくつろぐ場所が分かれてて、でサロンに行くと美味しいスイーツとか飲み物があるんで、そっちでゆっくりします。それではこっちも行ってみましょう。すごい高そうなシャンパンが、あとこっちは日本酒かな。こちらもこんな感じで広いんですが、全然やっぱ朝なんでいないですね。あ、そうで、このね、水の水ってやつがなんかこれ花さんに教えてもらったんですけど、超意識高い人が飲む水らしくて、はい、これちょっともらってきます。ということで、最高級水出し緑茶、日本茶ですね、と有名な和菓子屋さんの金つばかな。はい、ちょっと詳しく読まなかったんですけど、で今言った意識高い人が大好きな高級ミネラルウォーターですね。これ初めて見た水の水。じゃあいただきます。めっちゃうまい。これうまそう。先ほどのフロアは結構ね、人がいっぱいいて、朝からがっつり食べてる人が多かったんですけど、まあ俺もそうなんですけど、上の方が落ち着いてていいですね。それで今コーヒーを頼んだんですけど、これもね、バリスタが一杯ずつね、豆をひいてそこからドリップするっていうのをやってくれるハンドなんちゃらドリップコーヒーっていうらしくて、で注文してからね、8分ぐらいかかるらしいんですよ。で今来たんですけど、すごい匂いがやっぱり違いますね。でいちいちですね、こうなんかついてくるものが高級というか、これはゴディバのチョコですね。はい。で今なんかこれには乳製品とかが入ってるんで、いつも召し上がられてると思いますけど、アレルギーのある方はお気をつけてくださいって言われて、ここに座ってる人たちはみんないつもゴディバを召し上がられてる人たちなんですね。私は食べたことほとんどないです。コーヒーもめっちゃ美味しい。最高ですね。それではラウンジを出てゲートに行きます。めちゃくちゃ素晴らしい時間を過ごせました。いやーもう最高だね。もちろんね、黙々場5階にも4階にも両方あります。素晴らしい。こんな感じです。誰もいない。148番ゲートから出発みたいですね。ということで、いよいよ人生初のファーストクラス。緊張してきましたね。すいません、田舎者なんで一回もね、これだけ飛行機乗ってるんですけど、一回も国際線で乗ったことがないんで、国内線の JAL ファーストクラスぐらいですよ、乗ったことがあるのは。いやー楽しみですね。私のチャンネルの視聴さん的にはね、もう F はファーストですね。何度も乗ってるからスーさん大したことないよっていう人と、
私1回も乗ったことないからちょっと興味あるっていう人と、他の動画で見てるから大体わかるっていう人といろいろいるとは思うんですけども、そんなこと私関係なく自分が初めてなんでそれを思いっきり今日は楽しみたいと思っております。ちなみにねチェックインの時に聞いたんですけど、今日ねファーストクラス満席と言っておりました。基本的にねファーストはね満席らしいですよ。基本的にね空いてる時ももちろんあると思うんだけど、特にバンコク線はさっきも言った通りそんなに高くないというか、マイルで取れば結構手が届く人多いと思いますんで、あとは予約の席が取れるかどうかだけだと思うんでね。あと5万マイル、これねどうやって貯めればいいかっていうと、結構ね JAL のマイルって貯めにくいんですよ。アメックスのねクレカのキャンペーンとか修行とかしても JAL のマイルはねレートが悪かったりして、なかなかがっつり貯めにくいっていうのはあるんですけど、私の場合はもう日々ねコンビニとかで100円とか決済するだけでもカードで払ったりとかいろいろしてなんとか貯めて、JAL は今回ねマイルで乗ってて、で前回はアラスカ航空のマイル、ハワイアン航空からのバイマイルを使ってロンドンから羽田までビジネスね乗りました。あっちの方が高かったですね。あっち7万マイルしたんでね、今回バンコクまで、6時間ちょいで5万マイルファーストでっていう感じです。基本的にはマイルがたまらない航空会社、LCC も含めてスカイマークとかそういうのばっかりっていう人はちょっとねもし気が向いたらマイルを貯める活動をねやってみるといいと思います。ポイントとかでもいいんでね、飛行機乗らなくたって日々の水道代とかガス代とかスマホ代とかもやるだけでも結構溜まってきますんで、やった方がいいと思います。ファミリーサービスをご利用のお客様、赤ちゃん連れのお客様、ご妊娠中のお客様がどうぞ148番搭乗口にご搭乗ください。お預かりいたします。ありがとうございます。いってらっしゃいませ。ということでゲートくぐりました人生初のファーストクラス、やばいね、めっちゃ嬉しいわ。ファーストクラスだけ左だ。足元にご注意ください。おはようございます。ということで機内に入りましたすげえ広いわ、嬉しいね。ありがとうございます。袋あるならちょっと今度お願いします。すいません、ありがとうございます。ということでちょっと説明することがいっぱいありすぎて大変だ。アメニティも多分すごいと思う。資生堂のちゃんとメンズになってる。そう入る時にフルネームで呼ばれました。あとこれはスリッパかな。素晴らしい。開けてみましょうか。資生堂のメンズコスメ、メンズスキンケアセット、JAL 特製品と書いてあります。これは保水液、これはフェイスクリーム、あとはノイズキャンセリングのパナソニックのすごい大きいヘッドホン、これも多分すごいいいやつですよね。ちょっとアメニティ開けちゃいましょうか。まだ時間かかりそうなんで。こちらねヘラルモニーっていうブランドらしいです。私が難しい顔しながらこれをどうやって読むんだろうみたいにしたら CA さんが説明してくれました。なんかね障害がある方が一生懸命作業して作ったブランド品みたいなお話を伺いました。日本製らしいですね。今までもらったアメニティポーチの中で過去一番の大きさですね。すごいでかい。もうこれは大切に俺持って帰って使おうと思います。アイマスク、耳栓、この辺一緒だね。ティッシュ、この前もあったJAL の特製というかオリジナルの USB ですね。ケーブル、あとは櫛でちっちゃなクリームが入っています。でもう1個あるんですよね、こっち側に。こっちは歯ブラシ、モイスチャーマスク、保湿マスクみたいなやつかな。まだまだある。マウスウォッシュ、これ多分トイレに行けばあるやつです。2つも入ってるわ。これだけです。すごいね。もうすごいね。これ足なんか届かないよ。いやー、今ウェルカムドリンクでシャンパンとオレンジジュース聞いてきたんでオレンジジュースもらいました。でサロンっていうシャンパンがすごい高くて有名なんですよね。それはちょっと1杯だけもらおうと思います。あとねブルーティーっていう1杯5000円する、1本5000円か、そのお茶ももらおうと思ってます。
窓が1234、5個半ぐらいありますね。ウェルカムドリンクいただけました。おしぼりも熱々だ、すごい。いただきます。ファーストクラス全席満席です。であと私はね引きが強いので必ずね近くに赤ちゃんとか小さい子が来るんですけど、私の隣、2歳ぐらいの元気のいい男の子を抱いたお母さんがファーストクラス乗っております。はい、ファーストクラスでまさかちっちゃい子がいるとは思わなかったな。今しっかりとスリッパを履きました。もう履き心地も上質ですね。で機材は777-300、小物入れがいっぱいありますね。収納スペースが豊富ですね。はい、結構深いんだ。こっちもそうですよね。ここはそんな入らないか。このテーブルが結構すごいですね。こんな来るんだ。ということで、あとファーストクラス乗るとねパジャマもらえるんですけど、使わない場合はねこういう風に袋に入れて持ち帰るように用意していただけます。あとはね座席に置いてあったこんなでっかいクッション、枕ですよね。しっかりエアウィーヴでした。JAL 最新のエアバス350-1000のファーストクラスよりはかなり旧型の座席なんですが、これはこれでね好きという方も多いと聞きました。全然私はこれで十分というか、もう新しいのも乗ってみたいですけどね、動画的にはね新しいやつ乗れよって思ってる人いるかもしれませんけど、なかなかねちょっと私のチャンネルの規模では難しいですね。まずはその初心者なんでこれから始めるぐらいでお許しください。他チャンネルではいっぱいねいろんな人が新しいやつ何百万のやつを乗ったりしてると思いますけど、私はちょっと初心者なんでお許しを。めちゃくちゃ広い、すごいですね。初めてだわ、飛行機乗ってこんなすごいと思ったの。ビジネスクラスでもすごいと思いますけど、過剰サービスですね。すごい。先ほど CA さんからね挨拶があったにもかかわらず、今4名のCA さんがまた頭を下げにっていうか揃って挨拶に来られました。で今回ねこの便ダブルチーフらしいんですよ。チーフの方が2人乗ってて、リーダーとサブみたいな感じで、もともと他の飛行機に乗ると両方ともチーフ格の人が、2人乗ってて、ですいません私田舎者なんでいろいろまた教えてくださいと、ファーストクラス初めてなんでって言ったら、何なりとお申し付けくださいませと、言われました。もうかしこまりすぎてちょっと緊張します。で今ね食事のリストの、ちょっとお話があったんですけど、ファーストクラスねWi-Fi 無料で、使えます。ですいませんね、皆さんお酒好きな人には申し訳ないんですけど、私飲めないんで、ただ今回頑張ってねこちらのシャンパーニュサロン2013年っていうのはいただこうと思います。今その話をねお酒飲めますかっていう話を CA さんにお伺いがあったんで、飲めないんですけどサロンだけは飲みたいと伝えました。これですね JAL のファーストクラスに乗ったらぜひ飲むべきものと言われているロイヤルブルーティークイーンオブブルーっていう、紅茶ですかね、高級茶葉のみを使用したなんちゃらってやつで、すごいね、これ1本5000円するらしいんですよ。で旅熊さん情報だと日本発だとたくさん積んでるんですけど、海外発だと1本しか積んでない時があるんで、これをたくさん飲みたい人は日本から JAL のファーストクラスに乗った方がいいと言われました。で花さんもこれ一押ししてました。意識高い最上級のノンアルコールドリンクですね。このねメニュー表だけでもなんかすごい高そうな紙を使ってますね。重厚感があります。数々の有名な料理人たちが乗ってますけど、私の師匠さんでもねスイスで料理人やってる人がいるんで、これに乗ってたら面白いですよね。で和食と洋食すごいいろいろあるんですけど、今回ね私は和食を行きたいと思います。で和食の方にキャビアがあるというふうに今 CA さんもおっしゃってましたんで、和食でいきましょうか。一応ね洋食のメインはねアワビとか和牛フィレ肉、ステーキですかね、そんな感じになってます。お、すごい。和食の方のメインが牛タン、和食の方が牛タンですかね。あとですねアラカルトメニュー、これがねファーストクラスすごいんですよ。まずね串盛り合わせ、焼き鳥があります。ネギマ、塩つくね、卵焼きで、この三元
豚のカツサンドはこの前食べましたね、ロンドン便で。これめっちゃ美味しいです。であとサーモンイクラ丼、宮崎和牛カレー、ゆず中華そばなどなど。ハーゲンダッツもバニラだけじゃないんですね。キャラメル紅茶のタルト、やばいな、これ2つ食べたいな。ということで、私の浅はかな知識だとね、この日本初限定のシャンパーニュサロン2013、これに目がいったんですけど、すごいですね。ファーストクラス3種類シャンパンがあって、サロンに目が行きがちですけど、こっちの下のシャンパーニュビルカールサルモンキベルイサルモン2012とか、こっちもエドシックヴィンテージ2013とか、これも結構すごいっていうのは多分ね、価値がある、高いっていうか美味しいやつみたいですね。はい、自分は全然わかんないですけど、赤ワインとかも結構多分いいやつじゃないかな。2017年のやつとか、フランスボルドー産シャトーラグランジュ。あと今まで見たことないなと思ったのが、このカクテルのところで黒糖ミルクとかあるんですよ。黒糖エスプレッソマティーニとか、これカルーアミルクみたいなやつですかね。私が若かりし頃カルーアミルクとかカシオレをすごい飲んでた時があったんですよ。あれジュースみたいじゃないですか、カルーアミルク。いやでもね、ファーストクラスでカルーアミルク飲んだらもったいないですよね。お腹タプタプになりますよね。あと焼酎は森伊蔵とか、これは有名なのは分かってます。プレミアムジャパニーズ焼酎、これ確か機内で買えるはずですね、ファーストクラスの人は。あとはね、ウイスキーだと響100周年とか1ローズモルト秩父とかいろいろありますね。はい。 Attention everyone, the door is now closed. We will depart once all passengers seated. Please fasten your seatbelt tight and low, ensuring it is not twisted. Thank you. 業務連絡です。客室乗務員はドアモードをオートマティックに変更し、相互確認を行ってください。今日もワンバールドアライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。スワンナプーム国際空港までは6時間35分のフライトですね。日本からバンコクの方が時間かかるんですよ、風の影響でね。帰りはね1時間ぐらい早くなるんですけど、なんで存分に楽しみたいっていう人はこの路線でね、日本から乗った方が絶対いいですね。昨日はね結構雨が降ってたんですけど、晴れて快晴になりました。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. 安全について説明しますので必ずご覧ください。 Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。はい、ここ最近私が乗ったビジネスクラスほとんどね350か787だったんですよ。トリプルセブンだとやっぱめっちゃ広く感じますね。または横にあります。すごいこの空間のこの高さを感じれる。ファーストでこの広いっていうのもあるとは思うんだけど、止め具をかけこれだったら長時間乗りたいですね。乗りたいというか、これで長時間行けるんだったら幸せですね。頑張ってまたマイルとお金貯めて乗れるように、はい、努力します。今回の座席2の A なんで、エンジンよりもだいぶ前にある、座席です。なので素晴らしいトリプルセブンのねエンジン音が聞けると思いますので、エンジン音マニアの方お楽しみください。シートベルトサイン消えました。まだね食事のオーダーというかあれ聞きに来てないんですけど、またもう一度おしぼりが出てきました。子供がねハイテンションで結構騒いでますね。ファーストクラスで
これはちょっとどうなんでしょうか。俺が何か言うと、ね、そんなこと言うなっていう人もいるし、子供ファーストはやめた方がいいんじゃないっていう意見もあると思うんですけど、皆さんどう思いますか。ということで機内サービスが始まります。まだね食事のオーダーはどっちにするか聞かれてないんですが、今ね飲み物だけ聞かれたんで、サロンとブルーティー、ワイングラスで提供なんですね。紅茶もだから今持ってきてくれるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。それじゃあいただきます。まずはじゃあシャンパンを、超久しぶりにお酒飲みますね。いただきます。結構辛口なんですかね。がっつりお酒の味しますけど、でもまあ匂いが、でも香りがすごい高い気がする。匂いがすごい、ブドウのなんていうんですかね、芳醇な匂いが強い気がする。まあお酒の味がわからない俺でも美味しいと思いました。次はブルーティー、これがどうしても飲みたかったんですよ。1本5000円ですから。意識高い人が好きそうな味がする。これうまいね。それで前菜が来まして、サーモンとカニのお酒のジュレでまとめたやつみたいなお話がありました。であとこれがスペイン産のなんちゃらサラミであとこれ、豚肉のとレバーのペーストかなをシューで挟んだものらしいです。はい、もう完全に貴族の食べ物です。今まで飛行機の中で食べた前菜の中で一番美味しいと思いました。あとね、CA さんに、言われたんですけど、私はね予約した時に和食をね選んでたみたいで、そうだからもう私は和食で用意されてるらしいです。自分選んでないと思ったんですけど選んでたんですね。なんで聞きに来なかったみたいです。頼んでもないのにブルーティーがまた注がれました。もう私はひたすらこのブルーティーを飲み続けようと思います。もうちゃんとね分かってるんですよ CA さんも。お酒飲めないと伝えたんですけどね、はい、これ美味しいですよねって言ったらめちゃくちゃ人気ですって言ってました。それでは食事が始まるみたいです。もうなんか箸を見るだけでもすごい高級そうな感じが伝わってきますね。はい、それでは食事が来ました。かなり綺麗な盛り付けですね。これもまだ前菜みたいな感じだと思いますけど、いろいろ CA さんが丁寧に説明してくれてるんですけど、これがね、トリュフソースのカマスのこの揚げたやつと和えてあるやつとか、あとこれが松茸と、栗のあんかけがかかってるやつ、松茸ですよ。その他いろいろちょっと説明すると長くなるんでこれぐらいで、はい、もうおしゃれですよね。はい、じゃあ松茸いただきます。これはトリュフソースの魚のやつですね。すごいね。これめちゃくちゃ美味しい。トリュフの香りがガツンときて、魚もね油もすごい乗ってるし、あったかいんでね一個一個。この松茸と栗のあんかけのやつも想像とちょっと違う味で、なんか甘いのかなと思ったんですけど、ちゃんとおかず的な味ですね。でも栗の和栗ですよね。美味しい。と
ということで、あまりにも種類がありすぎて説明するのがちょっと面倒くさくなってきたんですけど、はい全部美味しいです。今機内で買えるね、その機内販売のお酒見てるんですけど、私飲まないから関係ないんですけど、このモリーゾ皆さんなんかよく買ってるじゃないですか、ファースト乗ってる人たちが。4万円もするんですね、1本。10年間熟成させたプレミアム芋焼酒。うちのチャンネルのね視聴さん結構お酒飲む人もおられるんで、皆さんこういう知識はねお持ちだと思いますけど、はい、4万円もするんだねこの1本で。はい、続いてお椀が来ました。アマダイと冬瓜の炊き合わせみたいなお吸い物みたいなやつだと言ってましたけど、開かない。こんな感じ。わあ、もうめちゃくちゃいい香りがしますね。上品ですね。それじゃあいただきます。今 CA さんに味はどうですかって言われたんで、今まで食べてきた機内食の中で一番美味しいですって言ったらすごい喜んでましたで調理担当の人も来てわざわざお礼を言いに来てくれましたすごいななんか下手なこと言うとなんか人が集まってきちゃう感じがしますね。いやでも本当に一番今までの中で美味しいですね。ちゃんと熱々だしね、この前のビジネスクラスロンドンからのあれですごい感動したんですけど、まだあれからね5日ぐらいしか経ってないんですよ。1週間経ってないのにそれを超えましたね。やっぱファーストクラスってすごいんだね。なんかめちゃくちゃすごいですね。前菜とお吸い物食べただけでもう今感動してるんですけどいやーこんなになんか美味しいと思わなかったな。なんかファーストクラスだからといって、所詮機内食かなと思ってたんですけど、結構ガチに美味しいですね。これやっぱ JAL の実力なのかな。皆さん結構動画でねビジネスクラスステーキがどうとか食事がっていうのを、動画好きで見られてる人多いと思うんですけど、実際のところね、まずくはないんですけど、なんか感動するほど美味しいみたいな、ラウンジとかでも僕はそれどうかなって結構思ってて、配信者の人たちね、よく伝えるためにすごい美味しいって言って食べるとは思うんですけど、美味しいのもあるんですけど、あんまり自分の心でね、心の底から美味しいと思ったことがなかったんですけど、 JAL の機内食はすげえ美味しいわ。続きましていよいよ来ました。キャビア来ましたよ。キャビアすごいね、思ったより量ありますね。もっとなんか小瓶でちっちゃいのかと思いましたけど、はい、がっつりこんなにあるんだあとは、蒸し物で、キンキの、蒸した上に醤油あんかけと、これあれですね、長芋の子供ムカゴが乗ってて、でわさびとこれはほうれん草かな。で味が薄めに作ってあるらしくて、キャビアを入れて調整して合わせて食べると美味しいと言われました。そのままね最初キャビア食べてもいいですしということで、ここでキャビア来るんですね、和食で。この瓶ごと来るとは思わなかったな。はい、キャビアはね実際今年お店で食べさせていただいたことがあるんですけども、飛行機の中でファーストクラスでっていうのは1回も今まで人生でないんですよね。はい、正直ねたくさん食べるもんではないですよね。超高級食品ですけど、はい、塩辛いんでね、血圧高い人はあんま食べない方がいいかもしれないですけど、はい、そんな感じで。であともうこれ4杯目ですね、ブルーティー。もうどんどんなくなったら注がれていきます。はい、もうめちゃくちゃ嬉しい。キャビアいただきます。かなり塩分が高いですね。うまそう。やっぱ和食がいいですよね。それでこれが最後の大のもの、メインのね食事なんですけど、私わがまま言いまして、で CA さんにキャビア丼をやりたいとお願いしたら、全然大丈夫ですよということで、さっきねキャビア1瓶食べたんですけど、もう1個追加でもらいました。で本当はねこれ白ご飯か炊き込みご飯だったんですけど、これもアラカルトから選べるウニとイクラと鮭のご飯に変えてもらいました。こんなたくさんイクラ乗ってて、これウニなんですけど、
やばくないですか。でこの上にさらにキャビアを乗せて食べるっていうすごいことを今からやります。であとメインがねこの牛タンの、蒸し物、あんかけがかかってますね。はい。であとは青さの味噌汁と長芋の醤油漬けできゅうりの漬物かな。完璧ですね。なんかすごいことになりましたねこれ。すごいな、こんなの食べたことないですよ。飛行機じゃなくても。イクラもすごいんですけど、なんか思ってたよりウニもたくさん入ってますね。こんな贅沢していいのかなっていうぐらいすごいわ。もうすごいしか言ってないわ。語彙力なくてすいません。いただきます。それでメインの食事は終わって、あとデザートなんですけど、そのデザートの前にアラカルトで頼めるね焼き鳥の盛り合わせとカツサンドを頼みました。で今、持ってきてくれたんですけど、こんなクオリティ高いとは思わなかったな。めっちゃでかいですね。卵焼きもついてて、でこれ七味をかけて食べてくださいということで、すごい何でもなんかちょっと想像を超えてきてるんですけど、びっくりです。美味しそうですね。いただきます。こんなでっかい、ちょっと今揺れてるんですけど、めっちゃうまい。あとつくね、焼き鳥としてはこのお肉の部分こんな大きいと食べ応えがあってめちゃくちゃいいです。はい、ちっちゃいやつあるじゃないですか、食べた気がしないような、これ1本でだいぶ満足感あります。であとこの青じそが効いたつくね、もうこれ焼き鳥屋のレベルですね。もう超うまい。あと10本ぐらい食べれそうです。はい、それでアラカルトで頼んだこのめちゃくちゃ美味しい JAL の、ビジネスクラス以上で食べることができるカツサンドですね。今 CA さんから説明があったんですけど、このね JAL 特製カツサンドの売りはパンが薄いんですよね。ほぼお肉でパンがすごい薄いからなんか美味しく感じられるみたいなで言ってました。そんななんか作り方まで教えてくれました。すごいのは飛行機の中なのにちゃんとねパンをトーストしてるんですよ。だからサクサクですごい美味しい。前回ロンドン便で食べたやつはトーストされてなかった気がするけど、これちゃんとパンがねカリカリなんですよね。すごいわ。今ちょうど石垣島の上空ですね。で今からデザートが来ます。でハーゲンダッツも追加で頼みました。このブルーティーね、多分今もう下手したら1人でボトル1本ぐらい多分飲みましたね。今日のお客さんでこれ飲んでるの私だけらしいです。それでデザートが来ました。これが抹茶のババロアでかなり濃いめの抹茶で作られているそうです。であと自分が追加したハーゲンダッツの、紅茶味ですかね。カップで来ると思ってましたけど、ちゃんと器に出されて来るんですね。これ多分ファーストクラスだけですよね。ビジネスだったらカップごと来ると思うんですけど、この気配りというかこのひと手間をJAL は大切にしてるんですよね。すごいいただきます。いやもう大満足ですね。お腹いっぱいになりすぎました。ということでファーストクラスのトイレはこんな感じですね。
まあビジネスクラスとそんな変わんないんじゃないかな。でも広さはめちゃくちゃ広いですね。素晴らしい。もうこの後はゆっくりだらだらとこのねスペースを最大限利用して楽しみたいと思います。前回のロンドン便と同じくですね、はい、マットもねエアウィーヴのものがあるみたいなんで、ちょっとそれを引いて横になりましょうか。 CA さんが全部用意してくれてます。はい、ということでこんな感じで CA さんがエアウィーヴの、寝具をね全部用意してくれました。すごい快適に寝れそう。すごいですね。羽毛布団ですね。下はエアウィーヴなんですけど、ちょっとやばいですねこれ。うわ、もうホテルのベッドと変わんないわ。はい、もうお腹いっぱいで食べれないとは言ったんですけど、最後の最後に今 CA さんにラーメンをおすすめされたんで食べることにしました。またご丁寧におしぼりとブルーティーをいただきました。あと1時間ぐらいでスワンナプームに到着だと思います。でこちらが柚子中華そばですね。美味しそう。めっちゃいい匂いします。めちゃくちゃうまい。間違いないうまさです。量もちょうどいいですね。生麺も美味しいし、このスープがコクがあってでもあっさりしてる柚子の香りがする醤油ラーメンって感じですね。皆様にご案内になります。これより着陸態勢に入ります。スワンナプーム空港に着陸いたしました。ただいまのこちらの現地時刻は午後4時21分でございます。本日は中継所への到着が10分ほど遅れますことをお詫びいたします。ベストシーズンを迎えましたこちらバンコク、夜のクリスマスイルミネーションも綺麗になってまいりました。屋内の強い冷房などで風邪をおひきになりませんよう、どうぞ皆様体調にお気をつけてお元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空とアメリカン航空、アラスカ航空、スリランカ航空、そしてハワイアン航空、バンコクエアウェイズとのコードシェア便をご利用くださいまして誠にありがとうございました。はい、ということで10分ほど遅れましたけど、素晴らしい今の機内放送ねで言った通り、バンコクに到着いたしました。いやもう降りたくないですね、快適すぎた。体のダメージはゼロです。はい、多少なりも寝れましたし、お腹もいっぱいですし、もうこれからすぐに活動できるぐらい体力が回復してます。とりあえずね、この後いつも通り降りたらすぐにイミグレーションをささっと受けて、いつものコンドミニアムの方に移動して、そちらで最後感想をね話そうと思います。最高でした。ワグママを聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。プラモデルですか。お持ち帰りいただくケースで。ありがとうございます。すごい。記念になると思います。ありがとうございます。ぜ
いません。またお待ちしております。あもうありがとうございました。また乗れるように頑張ります。はい、お待ちしております。最高でした。そう言ってからやる気になりました。ありがとうございます。いや頑張ってください。ありがとうございます。またお待ちしております。最後にレプリカとメッセージカードを持ってきてくれました。すごいですね。今3人 CA さん来て、ダブルチーフ体制だったらしいんですけど、2名のチーフの方ともう1人の方で、私のところに挨拶に来てくれました。いや最高ですね。すごいわ。ありがとうございました。ありがとうございました。สวัสดีครับということでスワンナプーム国際空港到着しました。いやタイの匂いするね。まさか一番端っこのゲートに到着したんでね、一番遠いわイミグレーションまで。この時間混んでそうだな。今ここは空いてるけど、とりあえず今からイミグレーションを受けて外に出ます。もう荷物もね預けなかったんで、今回このまますぐに出れるはずです。でもグラブでコンドミニアムに行っちゃいましょう。それでこの動画今翌日に撮ってるんですけど、いや私の人生初めての JAL ファーストクラスめちゃくちゃ良かったです。思い出にめっちゃ残りました。もう最近別に飛行機に乗ったぐらいじゃね、そんなに思い出に残らないんですけども、あそこまでなんか充実したというか興奮したというか、楽しかったフライトはもしかしたら初めてかもしれないっていうぐらい JAL のファーストクラス、バンコクまでちょっと短いですけどすごくいい体験ができたかなと思います。ちょっと私やらかしてしまいまして、あまりにもテンション高くて、あと最後 CA さんと結構喋ったりしてたので、せっかくね飛行機乗った時にパジャマとか、あとなんかいろんなアメニティのセットとかなんかいろんなものをね CA さんがお土産でくれて袋にひとまとめにしててくれたんですけど、それをね上の荷棚に置き忘れてタイをもう入国してしまって、そうせっかくファーストクラスのパジャマって結構人気があってですね、普段家で使ったりとかなんか結構価値があるのかな、メルカリで売ったりとかする人がいるぐらいの結構ファーストクラスに乗らないともらえないもんなんで、めっちゃね楽しみにしてたんですけど、ちょっと忘れてきてしまって、唯一手元に残ったのがこの資生堂のメンズ用の、なんかキットですね、コスメみたいなやつ、これしかなくて、こんなでっかいポーチに入ったアメニティもね全部ないんですよね。JAL に電話すればね取っておいてくれて送ってくれるとか聞いたけど、タイですからね、日本だったらまだしもちょっと難しいんじゃないかなと思って半分諦めてるんですけど、でもねそんなこともあったんですけど、すごい良かったと思いました。もう最初のチェックインからラウンジからスタッフさんのサービスから、感動しましたね。今回のフライトで一番記憶に残ってるのは、機内食でそれを食べてる時にね CA さんがチーフの方が「お味はどうですか?」とかなんか味の調整大丈夫ですかみたいなことを聞いてきてくれた時に、私が今まで食べた機内食の中で一番美味しかったですって心を込めて言ったんですよね。実際にそうだったんで、そう感じたんでね。そしたら CA さんが「はあそんなこと言ってくれるお客さんなんかいません」とか言って、もう本当に嬉しいですって言って感激してくれて、でなんか調理の人に「調理のものに今から言ってきます」とかって調理の人まで来て「ありがとうございます」とか言われて、そう本当に美味しかったんですよね。そんな機内食なんか大したことねえよって思ってる人も多くて、実際そういう部分もあるんですけど、 JAL のファーストクラスの機内食は食べる価値あるなと思いました。特に初めてなんでね、これ何回も俺はファーストしか乗らないよみたいな人だと食べないかもしれませんけどあと実際お客さんで8人乗ってらっしゃって、ファーストクラスで満席だったんですけど、食べてる人がね俺ともう1人の方とあと子供だけだったんです。3人だけだったんですよ。あと皆さん寝てるかお酒飲んでるかだけでその中で私田舎者なんで一人でうわすごいとか言って食べてたんですけど、いやでも CA さんがそういう風にもう感激してくれて、私も感動してもうなんか最後泣きそうになりました。こんな感じでね今回はコツコツ貯めたマイルで5万マイルか
で羽田バンコク、10万マイルあれば往復ファーストでタイと日本を往復できますし、もちろんキャッシュでポンとね買って動画のレビュー出したりとか頻繁に載ってる方も世の中にはいますけど、そういう手段だけじゃなくてしっかりコツコツ貯めて乗ることもできるので、夢をね捨てないでほしいなというふうに思います。やっぱりファーストクラスに乗るのはちょっとロマンがあるなというふうに思いましたし、自分ももうちょっと頑張ってねあと何回も乗ってやろうっていう気持ちにもなりましたんで、ちょっとそういう風な感じで今回ね人生初の JAL ファーストクラス、乗ったということでお届けしました。今回の動画はこれで以上になります。皆さんよかったらコメントね、書いていただいて高評価もよろしくお願いします。あとチャンネル登録もぜひ。それでは終わります。ご視聴ありがとうございました。